こんにちは、ハレです。今回は赤個室に作るビル群を眺めるアーバンモダン浮かせなしバージョンの作り方をご紹介させていただきます。浮かせありバージョンも別動画にてご紹介しております。作り方だけでなく考え方から家具選びなどの解説を含む中級者向けのサブスク動画になりますので、ご興味のある方はよければそちらもご覧ください。今回使う家具の一覧をスプレッドシートにまとめたものを概要欄に載せておきます。染色や購入先も一緒に載せていますので、コピー等してご活用ください。それでは作っていきます。壁紙はほぼ隠れてしまうので指定はありません。床材はルベユールフローリング、天井照明はフラットシーリングランプを使います。玄関ドアから基準に部屋の形を作っていきます。ノーエントリーフェイクドアパーティションを玄関ギリギリの設置できる位置に設置します。ステージパネルを表面に向けてフェイクドアに重ねて設置します。ドアにアクセスできるか確認してください。アクセスできない場合はグリッドオフにしてステージパネルを少し奥に移動させてください。ステージパネルを表面の45度回転させてドアの左横に設置していきます。この時ドアの縦のラインと床の斜めのラインを目安に合わせて設置します。もう一つステージパネルを隣に並べて設置します。オールキャビネットをステージパネルと垂直になる角度に回転させます。キャビネットが半分だけ見えるように床の斜めラインを目安にしながら壁からギリギリ設置できる位置に設置します。オープンパーティションを取り出しオールキャビネットの隣に並べて設置します。もう一つオープンパーティションを取り出し先ほどのものと垂直になるように角を合わせて設置します。コスモキッチンパーティションをオープンパーティションの隣に並べて設置します。ステージパネルをコスモキッチンと垂直になるように回転させコスモキッチンの角に合わせて設置します。ステージパネルをもう一つ空いた隙間を埋めるように並べて設置します。ちなみにここのステージパネルだけ染色を変えているのは部屋全体が単調にならないように変えてみたものです。お好みで統一していただいても構いません。シンプルスタイルフリーパーティションにパレスオブデッドインナーウォールを貼り付けたものを取り出します。シンプルスタイルフリーパーティションをつかみコスモキッチンの隙間にはめ込みます。角度調整をグリッドオンで位置調整をグリッドオフでやるのがやりやすいです。キッチンタイルのイメージです。部屋も単色が多いので模様として入れてみました。これで部屋の形が完成しました。次は内装インテリアと装飾を設置していきます。コスモキッチンの下側の白色が部屋の色と合わないので白金地袋で隠したいと思います。白金地袋を裏面に向けてコスモキッチンの右端に合わせて金縁装飾だけ見える位置に設置します。先ほどもやったように角度調整をグリッドオンで位置調整をグリッドオフでやるのがやりやすいです。御用邸の暖炉を裏面に向けたものをキッチンの手前に仮置きします。スターライトローストドードを食べ終わったお皿を90度回転させて御用邸の暖炉の右上に置きます。御用邸の暖炉をつかみコスモキッチンのへこみに重ねて設置します。コスモキッチンの金縁装飾は出ない位置に調整します。オープンハースを取り出し半時計回りに90度回転させます。お皿の中心あたりにオープンハースの上部の金具が見えるように設置します。シンクの蛇口のイメージです。倉庫からウッドラウンドロフトを取り出し
オープンハウスの飛び出している部分が隠れるようにサブコマンドから設置します。サブコマンドはデフォルトではテンキーのアスタリスク、パッド操作では四角ボタンを2回押して設置してください。ご用邸の暖炉を取り出し、裏面に向けたものを先に置いた暖炉と L 字になるように設置します。アイスボックスを取り出し、表面に向けて暖炉の隣に設置します。もし暖炉と高さが合わない場合はロフトの貼り付け位置を調整してください。劇団の衣装棚を表面に向けてドアとアイスボックスの間に設置します。これで小上がりのキッチンができました。後で小物を追加したいと思います。ドアの左のステージパネルに対してオールブックシェルフを設置します。ブックシェルフの木の背板がステージパネルで隠れるくらいの位置が良いかなと思います。モダンポールシェルフをオールキャビネットと平行な角度に回転させてキャビネットとブックシェルフの間に設置します。ドラセナの鉢植えとシュラウドドロワーテーブルをオープンパーティションの右手前に設置します。ユールモアディバンを2つ L 字になるように少し重ねて設置します。凹凸がきれいに重なるように位置を調整します。ザナラ&アマットを2つユールモアディバンの前に並べます。倉庫からプランターウォールシェルフを取り出し、掴んだ状態を維持したまま一度オープンパーティションに接触させて手前に戻します。ドアマットの中央あたりに移動させサブコマンドから設置します。一度家具に接触させることで倉庫出しの床設置でも角度がきれいになります。反対側に回ってもう一つ倉庫からプランターウォールシェルフを取り出し、先に置いたプランターウォールシェルフに一度手前で接触させて角度を合わせてから奥側に揃えてサブコマンドから設置します。小物と照明を置いていきます。プランターウォールシェルフの上にボタニカル、キャンドルバスケットとココアマグカップを置き、シュラウドドロワーテーブルの上にガラスボトルセットを置きました。ララフェルステップを設置し、その上にツインクッションを置きます。ララフェルステップをつかみ、クッションだけ見えるようにユールモアディバンに重ねて設置します。照度をゼロにして照明を置いていきます。台座に乗せる機能をオフにしてプランターウォールシェルフの下にラザハンテーブルランプを置きます。影が出るのがおしゃれかなと思いました。もし影がない方が良いという方は影の出ないシュラウドランタンやザナラーンランタンを置いてください。台座に乗せる機能をオンに戻してご用邸の暖炉の上にカウンターコーヒーセットとザナラーンランタンを置きます。フェイクドアの上にペンダントウォールライトを貼り付けます。照度を5に戻して天井を作っていきます。倉庫から畳ロフトを取り出し、オープンパーティションの上部に向かって天井ギリギリの位置でサブコマンドから設置します。同様に倉庫から畳ロフトを取り出し、ロフト同士が少し重なるくらいの位置を目安にオールキャビネットに向かってサブコマンドから設置します。あと2つ畳ロフトをロフトの側面に向かって設置していきます。なお右側の2つを設置する作業がやりにくい場合は一度横のステージパネルを外して作業した方がやりやすいかもしれません。これで部屋の内装部分ができましたので、これから風景の部分を作っていきます。部屋の奥に移動し、アパルトメントの柱と床のタイルを目安にステージパネルを3つ並べていきます。壁と柱が隠れるようにステージパネルを90度に回転させたものを1枚ずつ左右それぞれに設置していきます。風景のビルを作る位置の目安をつけるために部屋の窓枠を通して見えるステージパネルに手持ち提灯を1つ仮置きします。作業しやすいようにオープンパーティションを一旦どけておきます。
グリッドをオフにしてザナラーンカップボードを手持ち提灯の真横に仮置きします。手持ち提灯をつかみ、ザナラーンカップボードの凸になっているラインと提灯の中央を合わせるように位置を調整します。もう一つ、手持ち提灯を2段目の凸のラインに合わせるように設置します。白金食器棚を取り出し、裏面にしたものをさらに45度回転させます。白金食器棚をつかみ、設置した手持ち提灯の表面が左右に少しだけ見える位置に調整して設置します。この時の調整も角度をグリッドオンで位置をグリッドオフで調整するのがやりやすいです。仮置きしていたザナラーンカップボードも同様に裏面にしたものをさらに45度回転させ、カップボードの凸の部分だけが見えるように白金食器棚に重ね合わせます。ビルの窓明かりが8箇所分できました。この技法を使っていくつかビルを建てていきます。作ったビルの左隣に手持ち提灯を2つ、縦軸を少しだけずらして設置します。白金本棚を裏面にし、さらに45度回転させます。本棚をつかみ、手持ち提灯の表面が1箇所ずつ出る位置に設置します。どけていたオープンパーティションを元の位置に戻し、部屋からのビルの見える位置が問題ないか確認します。右側の窓枠から見える位置にもビルを作ります。先ほどと同様に手持ち提灯を仮置きします。作業のためオープンパーティションをどけておき、今度は白金食器棚を手持ち提灯の真横に仮置きします。グリッドオフにし、手持ち提灯の中央を白金食器棚の凸ラインと合わせて位置を調整します。もう一つ、手持ち提灯を縦に並べて設置します。白金食器棚をつかみ、裏面にしてさらに45度回転させます。手持ち提灯の表面が少しだけ出る位置になるように白金食器棚を重ね合わせます。提灯の光が少し横から漏れてしまっているので、隠すようにしながらビルを追加していきます。スチールロッカーを裏面にし、さらに45度回転させたものを左横に設置していきます。右横には白金本棚を設置し、さらにピュアホワイトパーティションを本棚の棚の線が見える位置に重ね合わせて設置します。再びどけていたオープンパーティションを元の位置に戻し、部屋から見えるビルの位置が問題ないか確認します。左右の空いている空間に背の高いビルなどを建てていきます。窓枠から見える右端にラノシアンワードローブを設置します。もう一つ、ラノシアンワードローブを取り出し、時計回りに90度回転させたものを先に置いたワードローブの側面と重ねるように設置します。少し窓と近すぎたため位置を調整しました。左側の白金本棚の横にイミテーションクローゼットドアを2つ縦に並べて貼り付けます。またオープンパーティションをどけておき、イミテーションクローゼットドアと白金本棚の手前あたりにスチールロッカーを裏面のさらに45度回転させたものを設置します。ララフェルステップを設置し、その上にアイスボックスを2つきれいに積み重ねます。ララフェルステップをつかみ、裏面のさらに45度回転させます。この時アイスボックスとスチールロッカーの長辺、短辺がそれぞれ合う角度になるように気をつけてください。グリッドをオフにしてアイスボックスの枠の十字が出る位置になるようにスチールロッカーと重ね合わせます。グリッドオンに戻し、白金食器棚を半時計回りに135度回転させ、スチールロッカーの少し左奥に設置します。ザナラーンカップボードを時計回りに135度回転させ、白金食器棚の左手前に設置します。オープンパーティションを元に戻して風景全体のバランスが問題ないか確認します。オープンパーティションの裏面の上部にクリスタルハンギングオーナメントを貼り付けます。
もう一つのオープンパーティションにも同様に貼り付けます。オープンパーティションの奥にウォーターパーティションを設置します。もう一つ同様に設置します。部屋の照度をゼロにしてこれで完成になります。お疲れ様でした。最後に少しだけ宣伝です。今回作った浮かせなしのアーバンモダンの浮かせありバージョンの解説をサブスク動画として公開しております。作り方だけでなく考え方やアイデアの探し方、家具選びなどについても解説しています。浮かせありなので中級者向けにはなりますが、今回の浮かせなしバージョンと共通している家具も多くありますので、ステップアップの練習にもお使いいただけるかもしれません。ご興味がありましたらぜひそちらもよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。またね。